皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の8月の1日、木曜日ですね。時間が日本時間の夜の9時20分ということで、50分ぐらい遅れましたね。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、国際的な投資家ジム・ロジャーズ氏の日本人への最後の警告ということで、かなりですね深刻な事態を警告しているということで、おそらく彼の最後の警告なんじゃないかという非常に重大なことを彼言ってるんですね。でこれはたまたま私がこの今発売中の週刊現代、これほとんど最近は買わないんですけど、たまたまコンビニでですね、表紙を見てたら、えーっとジム・ロジャーズ世界から見た日本の経済の未来というこれですね。これがあったんで買ってですね、そして記事を読んだら、大変なことが書かれてるということで、これを全部書き起こしたんですね。そしてこれが4ページの記事です。今日のメインテーマはこれですね。ということで、ワイワイニュースライブ通算で2827回目ですね。いつものように一元放送で、ツイキャステレビで、現在のところ音声も映像も順調に配信されているということです。ということで最新のお知らせですね。昨日、おとといですか、火曜日のメインテーマ、日経新聞の正体とは何なのかと、ナンバー2、これの表紙が作られましたんで、これを紹介します。これですね。火曜日の放送のメインテーマですね。日経新聞の正体とは一体何なのかということですね。これは韓国で、先週の日曜日に数百名が集まって、いわゆる安倍政権が一方的にですね、強行した輸出事実上の輸出禁輸に対しての抗議集会が行われたということなんですけど、日経新聞はこの集会を反日集会だというふうに全くの誤った情報として流したんですね。実際はこの集会参加者が掲げている用紙の上にノー安倍って書いてあるんですね、ハングル文字で。ノー日本じゃないですね、ノージャパンじゃないですね。でこれはもう意図的な世論誘導のための捏造報道だということで、日経新聞の正体は所詮はこの程度だろうというのがこの日のテーマでした。火曜日ですね。で現時点での視聴者数はツイキャスで424名様、YouTube で1309名様で、全部で1733名ですね。そして、昨日ですね、このテーマを、フランス語、仏日語放送、3ヶ月ぶりかな、久しぶりに再開したんですけど、このテーマを仏日語放送で取り上げたということで、経済専門高級誌と呼ばれ毎日230万部を発行する日本経済新聞の隠された正体とは何かと
こういうことなんでね。で、まだ表紙がですね、訂正が今入ったんで、まだできてないんですけど、これの現時点での視聴者数は、普通日語放送ですから、いつもよりは少ないですね。ツイキャスで200名様、YouTube で422名で622名ということなんでね。で、このテーマのポイント、核心とは何かというと、いわゆる経済専門誌として、一定の評価を得ているという日本経済新聞は、結局は読売新聞や産経新聞と同じく日本の支配階級を最後まで守るために情報操作して世論誘導しているという民間 CIA であるというのがポイントなんですよね。で、これをブログにして、フランス語のブログを今日ですか、私が定期購読しているフランスの調査報道ネット新聞メディアパールに投稿したんですね。というのが昨日の放送です。昨日の放送のタイトルは、日本経済新聞の隠された正体とは何かという、ケレ・リダンティテ・カシェ・ドゥ日本経済新聞というタイトルです。から3つ目のお知らせで、明日の金曜日の放送は都合によりですね、お休みさせていただくということで、ちょっと東京に行かなくちゃいけない用事ができましたんで、申し訳ないですけど、明日金曜日の放送はお休みということです。そして、土曜日ですね、8月3日午後5時、7時から午後7時に2時間の予定で第22回目の根っこ勉強会を開催しますというご案内です。テーマは参議院選挙の結果とこれからの展望ということで、参加者はいつものように天野元康さん、大津恵子さん、三角忠さん、それと私と 4名ですね。で、いつものようにワイワイニュースライブでライブ中継しますということなんで、ぜひ視聴していただきたいというご案内です。皆さんからのコメントですね。石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。からお茶配信ありがとうございます。初耳さん、いつも大量のコンティニューコインですね。ありがとうございます。1、2、3、4、5、6枚ですね。配信ありがとうございますと。から必見ですということで、今日のメインテーマをリツイートしてくれました。ジム・ロジャース氏の日本人への最後の警告、週刊現代の記事よりということですね。から東京の稲子さん、今日のメインテーマをリツイートしてくれました。ケンさん、ジム・ロジャース世界から見た日本の現在ということですね。今日のメインテーマですね。砂月金さんはいつものように、初めてご覧の方へということで、山崎氏の、キャスは一行一言一行コメントが集団嵐行為があったため禁止と。このキャスの目的は情報の拡散&共有、ご賛同ならツイッター連携で、拡散共有をお願いしますという文章を今日も流してもらいました。から砂月金さん、今日のメインテーマですね。リツイートですね。ただいま配信中。ヨーヨーさん、キャスくんアイスですね。からコンティニューコイン、東京に稲子さん、お茶爆10とコンティニューコイン。からコンティニューコインでこんばんは、配信ありがとうございます。K さん、コンティニューコイン。土山純一さん、お茶爆10とコンティニューコイン2枚ですね。そして、この放送の前にですね、ミルキーさん、山本太郎、あいつをつまみ出せと。デフレ不況の原因だということで、原因、民間議員の竹中平蔵だということですね。553億円、派遣利権だという YouTube の映像ですね、これは。からミルキーさん、高校生が作った安倍政権の5年半の間のビデオ、自分の
国や政治に対して無関心は罪だ。今の政治家は国民のために働くことを忘れているという、至極まっとうなことを言ってますよね、今の高校生。ということです。K さん、今日のメインテーマをリツイートしてくれましたね。はい。それじゃあ今日のお知らせをアップしますね。一昨日のテーマの表紙ですと。それから現時点での視聴者数全部で1733名様と。それと昨日の普通日語放送ですね。これの現時点での視聴者数ですね。全部で622名様と。それと昨日の普通日語放送のテーマの核心は何かと。これは経済専門誌として一定の評価を得ている日本経済新聞もまた読売や産経と同じく日本支配階級を守るために情報操作して世論誘導する民間 CIA であると。これが核心なんですよね。それで、フランス語のブログ記事をメディアパールというフランスの調査専門ネット新聞に投稿しましたということです。タイトル、それで URL を短縮しようと思ったんですけど、なんか制限がかかってて、この長い URL アップできますかね。できましたね。よかったよかった。これですね。から明日金曜日は都合により、放送はお休みさせていただくというお知らせです。三平さん、コンティニューコン、今まで寝てました。今起きましたということで。はい。から今週土曜日ですね、第22回目の根っこ勉強会を開催してライブ中継しますということです。で、日時が8月の3日土曜日午後5時から7時、テーマは参議院選挙の結果とこれからの展望ということ。から参加者4名ですね。ミルキーさんはキャス君アイスです。で、ライブ中継はこのワイワイニュースライブでしますということです。そして今日の画像ですけど、画像は2つ。先ほどお見せしましたよね。今日のメインテーマ、ジム・ロジャースの週刊現代に掲載されてたこれですね。
これが最初の画像です。そして2番目の画像が何でしたっけ。あ、そうか。米軍駐留費経費、これをボルトンが先週ですか、来日して5倍に引き上げろというふうに要求していったということなんですね。ほんとふざけた野郎だよね。で、2012年段階での米軍の駐留米軍の負担は日本、韓国、ドイツでどうなってるかということで、日本はこれ億ですね、4053億円、韓国770、ドイツが553ということで、ダントツに多いんですね、日本の場合。これを6倍にしろ、5倍にしろというとんでもないことを言って去っていったということですね。最初に韓国行ったんじゃないですか、ね、韓国でも同じようなこと言って、で次に日本に来たということでしょうね。ということで、今日の画像ですね。そして今日の映像は、火曜日ですよね。伊藤詩織さんのレイプ犯罪被害に関して BBC が1時間のドキュメンタリー番組を制作して放映したと。これは去年なんですね。去年の6月28日なんですけど、これに関する、ブログ記事を取り上げたと思うんですけど、この元々のBBC のドキュメンタリー番組の録画がフルで見られるというのを見つけましたんで、YouTube だとなんか8分割されてるんですね。ということで、これを紹介するという、新しいあれですね、媒体ですね、バイメオっていうのかな、ビメオっていうんですかね、YouTube みたいな媒体ですけど、これが長さが59分あるやつをフルで字幕付きで見られますよということなんで、今日の今日の映像として取り上げました。これですね。これの映像と URL。これです。で、今日の注目情報は特別機構、国民民主、参議院維新と会派構想は日経の捏造記事だと。大塚康平参議院会派会長が事実無根と断言と否定したのが記事に出たっていう、またしても日経がですね、捏造記事を発信しちゃったということなんでね。だからもうレベルは確かに金融とか経済に関しては専門性が高いかもしれないですけど、政治とか外交とか社会に関するレベルはもう前に、読売とか産経と同じ、レベルでしかないと。要するに、現在の自公ファシスト政権を守るために何でもするよという本質が暴露されちゃったということですよね。これは IWJ の記事ですね。そうですね。
この記事は砂月さんが一昨日かなんかに投稿してくれましたよね。日経新聞というのは今まで、別格だということであんまり批判の対象になってないんですけど、レベルはこの程度なんですよ。読売と産経とほとんど変わらないと。自公政権に不都合な事実は隠して、そして別の偽情報にすり替えて世論誘導に使うということですよね。日経新聞の正体がバレたということですよね。次々とバレるということでしょうね。から今日のメインテーマですね。今日のメインテーマは非常に大事なんで、ちょっと時間をとってですね、やりたいと思うんですね。でこれ全文を書き起こしましたんで、今日のメインテーマ、この全文を読みますね。今日のメインテーマは投資家ジム・ロジャーズ氏の日本人への最後の警告だということで、これは週刊現代の現在発売中ですね、54ページから57ページを全文書き起こしたということです。で、書き起こした全文今から読みますね。日本経済の崩壊はいよいよ目と鼻の先に迫っていると。すごいですよ。崩壊するっていうのは確実に来るから断言したんですね。でこの度日本への警告講談社プラスアルファ新書を緊急出版した世界的投資家が未だかつてない危機の全容を詳細に語り尽くしたということですね。で3つの危機的状況があると。もし私が今10歳の日本人ならば自分自身に AK47 ロシアの自動小銃を購入するか、もしくはこの国を去ることを選ぶと。現在日本経済の惨状を目の当たりにして私はこの意をますます強くしていますと。借金は雪だるま式に増え続け、高齢化はとどまることを知らず、政治も問題を先送りするばかりで打つ手を見出せないと。加えて世界に目を向ければ米中の貿易戦争が激化し、日本も重大な影響を被ることが目に見えていますと。あまりの暗淡たる様相に昨年の秋には保有していた日本株を全て手放しましたと。今は株であれ通貨であり日本に関連する資産は一切持ってませんと。それほどまでに日本は絶望的な状況に置かれているのですと。この10年間で中国をはじめとした近隣のアジア諸国がどれだけ力をつけたかを考えれば、日本の凋落ぶりにはあまりめまいを覚えるほどですと。このままでは50年100年後には日本という国がなくなっているかもしれない。なぜ日本人はこうした現実を直視しないのか。皆さんにもこの危機的状況を理解していただきたいものですと。まず直近の話から始めましょうと。今年から来年にかけて日本の景気衰退に拍車をかける出来事が3つ連続して起こってきますと。10月の消費税の 8% から 10% への増税、2020年のオリンピック・パラリンピックの開催、そしていつ何時起こってもおかしくない第2の世界金融危機です。1つ目の消費税に関しては14年に 5% から 8% に上げた時もクレイジーな政策だと思いましたが、 10% などもはや正気の沙汰とは思いませんと。増税して得た予算は社会保障の充実に使われるとされていますが、まさかそれを本気で信じている人はいないでしょうと。2つ目、今東京ではオリンピック・パラリンピックに向けてあらゆる建設が急ピッチで進められていますと。道路が改善され真新しいスタジアムが出来上がろうとしていますと。日本経済の崩壊はいよいよ目と鼻の先に迫っている。これは違うわ。他のものが入り込んでた。で、確かにこうした事業に関わる人たちにとってオリンピックは一定の経済的恩恵があるかもしれません。しかしその効果はあくまで一過性のものです。
歴史的に見ればオリンピックが国家にとって金儲けになった例は見たことがありませんと。持続的あるいは中期的な効果を全く与えないからですと。むしろたった1ヶ月のお祭り騒ぎのために日本の借金は大きく膨らむことになると。宴の後に来る反動の方がはるかに心配ですと。建築業を筆頭にオリンピックバブルの終焉で停滞不振に陥る業種が増え、そのダメージは消費増税と合わせて日本経済の致命傷になる可能性すらはらんでますと。次に米中貿易戦争の余波と、そして3つ目は世界に目を転じたとき、2008年のリーマンショックに続く第2の金融危機、第2の世界金融危機が刻一刻と近づいているということですと。アメリカは今10年以上にわたって史上最長の財政的問題を抱えていますと。2018年会計年度のアメリカの財政赤字は7790億ドル、84兆円に上り、世界のどこで経済危機が起これば一気に破綻しかねない危険性をはらんでいますと。トランプ政権と習近平率いる中国との間の貿易摩擦も激化の一途をたどっていますと。私は今年の後半から来年にかけてトランプ氏はより本格的な貿易戦争を仕掛けると予想していますと。最終的に中国からの全ての輸入品に超高額の関税をかけ、一時的な国交断絶に陥ることも想定しなければなりませんと。関税が強化されれば、そのコストはアメリカ国内の企業と家計に重くのしかかり、インフレが一気に進みますと。それによって消費の減退と金利の上昇が起こり、結局はアメリカ自身も苦しむことになると。大量の公的債務を抱え、かつアメリカと一連卓勝の貿易大国である日本はこの戦争の大きな被害を受けることになりますと。7月24日には日産の営業利益が前年同期時期に比べて約9割減になるという衝撃的なニュースがありましたが、これもアメリカ市場の不振の影響を受けたものですと。今後同様にアメリカ経済の落ち込みの影響を受ける日本企業がたくさん出てくるでしょうと。こうした国際的な要因は消費増税やオリンピックの反動といった国内的要因と相まって数十年の中長期視野で見た際に日本経済に甚大なダメージを与えることになりますと。すでにご存知のように日本は先進国の中で最悪の借金大国ですと。抱えている長期的債務残高は国内だけで897兆円にも上りますと。約10年前の2008年度末の時点では546兆円だったことを考えれば恐ろしいペースで進んで増えていることが分かります。そしてベネズエラやジンバブエなどの例を挙げるまでもなく、甚大な債務を抱えた国は歴史上例外なく無残な終焉を迎えています。今50歳前後の日本人であれば30年後は80歳ですから、誰かケアをしてくれるかもしれませんと。国庫に、老年人口を支えるお金もギリギリ残っているでしょうと。しかしその頃40歳になる今10歳の日本の子どもたちが老後を迎える頃には生活を保障するお金はどこにも残されていませんと。結局借金はさらに膨張し、その返済のための延命措置として増税がたびたび繰り返されることになりますと。しかし絶対的な納税人口が減少していく以上、とても返済しきれないので、今度は年金などの社会保障が凄まじいスピードで取り崩されることになるでしょうと。日本人の生活水準はそうして徐々に悪化し、生活苦にあえぐ人々が激増し、いよいよ打つ手はなくなりますと。安倍はあべこべと。先人たちがずっと先延ばしにしてきたツケをひたすら払わされ、生活水準が目も当てられないほどに落ち込めば当然のこととして社会不安が膨れ上がりますと。30年後、人々の
うっ積はあらゆる形で、噴出し、日本はより多くの犯罪が起こる国になりますと。政府に対する反乱や暴動が毎日のように起きているかもしれません。そうなった時、残された手段は国を捨てて逃げ出すか、あるいは自分の身を守るため武器を取るしかありませんと。冒頭の私の発言にはそういう意図が込められているんです。日本は違う、そんなことが起きるはずがないと思っていませんかと。しかし、1980年代後半、日本で大型のバブルが発生した時も、日本だけは違う、バブルではないと強気に言い放っている人がたくさんいましたと。その後、日本経済がどんな結末を迎えたかは皆さんがご存知の通りです。自分たちだけは違うという根拠のない思い込みほど危険な兆候はないのです。先ほどの日本株の話に戻すと、そもそも私が日本株を買い始めたのは東日本大震災の直前でしたと。その後、震災による株価の下落を受けてさらに買い増しを進めていましたと。というのも、短期的に見れば日本の景気は間もなく回復すると踏んでいたからですと。それに日銀も資金供給を増やすという方針を明らかにしましたと。政府が印刷機を回すとき、お金が最初に向かう先が株式市場であることは自明の理ですと。実際、黒田晴彦総裁が率いる日本銀行がジャブジャブと紙幣をすり、日本株や日本国債をたくさん買ったことで日本の株価は跳ね上がりましたと。逆に言えば、ここ数年の日本株の活況はあくまでも日本政府が人工的に株価を上げているに過ぎず、実態が伴っていなかったと。景気にしても異次元の金融緩和で円という通貨の価値を切り下げたことで、一部の大企業がその恩恵を受けるのみでしたと。一般的な日本人の生活や暮らしが改善したかといえば、答えははっきりノーでしょうと。そしてこのアベノミクスの一番危険な点は、人工的に低金利の状況を作って借金をしやすくしていることにあります。雪だるま式に増えている日本の借金は、猛烈なペースで進む人口減少の中では健全に返済していくことは到底不可能ですと。将来のことを考えれば、日本政府が直ちにやるべきことは、財政支出を大幅に削減し、同時に減税を進めることです。この2つを断行すれば、状況が劇的に改善したはずです。ところが、安倍首相がやったのは全くそれとは真逆のことでしたと。彼が借金に目をつぶっているのは、最終的に借金を返さなくてはならない局面になった時には、自分はすでにこの世にいないからなんでしょうと。これから20年30年後に歴史を振り返った時、安倍首相は日本の経済に致命的な傷を与えた人物としてその名を刻んでいるはずですと。そして冒頭で述べた通り、日本が抱える最大の問題は言うまでもなく、極端に高齢化が進んだこの人口構成にありますと。日本は世界で最も出生率が低い国の一つであり、かつ国民年齢の中央値が世界で最も高い国の一つですと。人口動態から見れば、21世紀の終わりを待たずして日本の人口が今の6割ほどの7500万人程度になることは明らかですと。人がどんどん減っていくという絶対的な危機を乗り越えるには、選択肢は2つしかありませんと。すなわち、今いる日本人に子供をたくさん産んでもらうか、あるいは他国からの移民を受け入れるかですと。現在の日本の人口を維持するには、女性1人当たり2人以上の子供を産む必要があるとされています。ところが実際の出生率は 1.4 人程度ですので、遠く及びませんと。となれば、残るは移民を受け入れることしかありませんと。移民の受け入れは日本にとってはベターではなくマストの選択なのです。ところが日本政府はここに及んでも積極的に移民を受け入れようとはしていませんと。アジアの最貧国への転落と。日本は21世紀に入って今も相変わらず外国人参政権を認めておらず、2018年には国連から在日外国人に対する雇用差別、入居差別、教育差別があると勧告を受けているほどです。
その根底にあるのは同質性の高い国民性や同一言語を当然のものと考える鎖国以来の意識ではないでしょうかと。ここで思い出せれるのがかつてアジアで最も裕福な国だったビルマ現ミャンマーのことですと。1962年以来1962年独裁政権によって支配され外国人を追放したビルマはアメリカの経済制裁やインフラ不足を背景にわずか50年のうちにあっという間にアジアの最貧国の一つへと転落してしまいましたと。日本の場合は大丈夫と言える根拠はどこにもありませんと。人口減少に移民の受け入れの遅れ、そして巨額の公的債務、ここまでしてきた危機に対して私は15年も前から警鐘を鳴らし続けてきましたと。別に予言というほどのことではありません。なぜならこうした事実は足し算や引き算ができ、統計を見ることができれば簡単に割り出すことができるからです。しかし多くの日本人はこの現実から目を背けてきましたと。もう一言言いますと、皆さんは今こそ問題を直視し現実的な対策を取るべきですと。自分や子どもたちの未来は自分でしか守ることができないからですというのが今日のジム・ロジャースの警告ですね。ほとんど当たってますね、これはね。ということで、これぜひあれですね、ご自分でまだ売ってますんで、週刊現代今週号を買って読んでいただきたいと。それから明日にはこのブログ記事でこの書き起こしをですね、文章化したものをブログに掲載しますんで、ぜひお読みください。そして、この、ロジャースさんの鋭い指摘に対して、この彼の警告を踏まえてですね、私が考える日本を破滅から救う政策案というものを、最後に私のコメントとして、先ほどまとめたんですね。で、日本を破滅から救う政策案の前提として次期衆議院選挙で山本太郎を首相とする反自民反自公の 100% 純粋野党政権を樹立して以下の政策を実行することだということなんですね。で 100% 純度 100% の野党政権と、これが肝なんですね。今まで2度のいわゆる政権交代が起こってますけど、2度ともですね、結局自民党の派閥争いからはみ出た人たちが偽装野党を作って、でそれが中心になって、日本新党、小沢とそれから細川、そして2009年には民主党、鳩山幸夫と小沢一郎というどちらもですね自民党から出た人間なんですね。ですからそして、日本新党の政権交代の時は非自民非共産だったんですね。そして、鳩山民主党の時は反自民非共産ということなんですけど、もう反自民反自公反大企業反米という 100% 純度 100% の野党政権でないとまた同じように、みんなが期待しても最終的には裏切られると。そして自民党政権が復活しちゃうということになるわけですね。で、この次期総選挙で山本太郎を主犯とする 100% 反自民反自公の野党政権を樹立して次のような政策を実行すべきだというのが私の案なんですね。で、ジム・ロジャースさんが言ったように財政支出の大幅な削減が必要だと、それから減税が必要だと彼は言ってるんですね。で彼は2つしか言わないんですけど、私はそれプラス富裕層への大幅な増税が必要だと、それから新たな課税が必要だと、今まで課税されてないやつを課税すると、
そして新たな政策が必要だということで、彼が言った大幅な財政支出の削減と、それから減税だけでなくてプラス3つのことを加えたんですね。で最初の財政支出の大幅な削減、これは1、国債発行の大幅削減ですね。毎年200兆円もの国債を発行しているということで、少なくとも半分100兆円の国債発行はやめると。それから2番目、これも非常に大切なんですけど、この間ずっと石井幸喜さんの本を読んでたおかげでですね、分かったんですね、初めて。歳出規模200兆円の特別会計を廃止すると。そして200兆円の半分100兆円の歳出を削減するということなんですね。から3番目、公務員特権の廃止なんですね。これは官民格差が 1.7 倍あると。この格差を解消することが必要だと。から4番目、海外援助の大幅な削減と。でこれは誰も言ってない、長州新聞しか書いてない安倍がですね、海外にばらまいた、この間6年間でばらまいた総額は120兆円を超えていると。この原資は特別会計なんですね。で野党も誰も言わないと、誰も批判しないと、マスコミに批判しないということなんですね。から5番目、軍事費の大幅な削減が必要だと。から公共事業の大幅な削減が必要だと。それから財政投融資の大幅削減が必要だと。財政投融資というのは要するに金融機関に対する援助金ですよね。これが、財政支出の大幅な削減の内容なんですね。から減税ですね。減税は消費税を廃止すると。これは絶対必要ですよね。だから山本太郎も言ってますよね。消費税廃止と。それから2番目、これは年収240万円以下の低所得者への所得税を免除すると。減税ですよね。から学生ローンの全額免除と。から健康保険料の自己負担額の削減と。から介護保険料の自己負担額の削減と。これが減税ですね。で3番目、これが私の新しい政策ですけど、富裕層への大幅な増税を必要だということで、1、所得税をかつてみたいに累進課税とすると、最高 75% と。から2番目、法人税を累進課税とすると、最高 75%。から3番目、総資産10億円以上の富裕層に富裕税を課税すると。そうですね。で4番目、企業の内部留保470兆円に対して課税すると。これがジム・ロジャーズが言ってない富裕層への大幅な増税なんですね。彼は言わないですよ。自分が富裕層だから。で、次に新たな増税と新たな課税ですね。これは私が言ってる金融経済への課税をすると。実体経済に対する課税はしないと。金融経済に対すると。ということで、この前のテーマ、メインテーマで、資産みたいにしたんですけど、日本の金融経済の規模っていうのは一体どのぐらいなのかと誰も言わないんですね。で実体経済が545兆円だということで、通貨発行量、2016年末の日銀が通貨発行供給量か、これから実体経済545兆円を引いた775兆円がとりあえず日本の金融経済の規模だろうと。 1.42 倍だと。じゃあこれにですね、消費税と同じ 8% の金融経済税を課税するとどうなるのかというと、61.6 兆円もの税収が生まれるということなんですね。で、サンダースさん、上院議員が
今民主党の大統領候補の討論会に出てますけど、彼は、が提案したですね、米国の学生ローン残高175兆円を全部免除する法案っていうのを作ったと。それを議会に提案するんだということなんで、彼が言ってるのは、株取引に 0.5%、債券取引に 0.1%、デリバティブ金融商品取引に 0.005% を課税するという案なんですね。ですから、私が金融経済の課税っていうのは、具体的にはおそらくこういうことなんでしょうね。日本での株の取引総額どのぐらいかっていうのはまだ調べてないですけど、株取引から債券取引、それとデリバティブ取引と、この3つの金融商品の取引に対して課税すると。そうすると、少なくとも50兆円ぐらいの税収はあるだろうということなんですね。から2つ目、新たな課税として宗教法人の宗教活動への課税ということで、これ2000億円毎年、信者から巻き上げているカルト宗教創価学会、2000億円ですよ。この2000億円の非課税特権を利用して、全国に1000カ所以上の宗教施設を作って、そこで政治活動、選挙のたびに拠点にしているというとんでもないことが起こってるんですね。ですから新政権は宗教法人の宗教活動への課税を強化するということが必要ですよね。課税を強化じゃない、新たに課税するということですね。から3つ目はタックスヘイブン等の課税、を逃れる人たち、課税回避者への課税をするというタックスヘイブン課税ですね。から4番目はマフィア課税という、私は読みますけど、暴力団や反社会勢力の闇経済に対する課税と、この4つですね、新たな課税。そして、新たな課税ですね。そして新たな政策として、憲法第25条の生存権の保障するための最低賃金を毎年制定すると、改定すると。でとりあえず2019年の最低賃金年収を時給1450円、月収20万、年収240万にするということなんですね。日本で働く場合、あるいは日本で生活する場合、最低240万の年収が保障されますよという制度を新たに設けると。これはもう憲法第25条の生存権を実際に、保障するという具体案なんですね。で2番目、日本の労働時間をヨーロッパ並みに、週35時間制にすると。週休2日で、週5日労働で1日実働7時間と、週35時間労働制にすると。それから残業は1日1時間以内に、すると。から4番目、有給休暇。これはフランスとかドイツとか当たり前になってますけど、年4週間有給休暇を保障すると。から5番目、同一労働同一賃金、同一労働同一保障、この2つの原則を適用するというね。ですからこの2つの同一労働同一保障をすれば、正規だろうが非正規だろうが関係ないんですね。正規と非正規の差別がなくなるんですよね。から6番目、ベーシックインカムを導入すると。先ほどの、生存権保障最低賃金として年収240万と。ですから年収240万円に満たない人たち、例えば2000万人いるとすると、その差額ですから2000万人が少なくとも240万の年収が支給され、最低限の生存生活が過ごせるという制度なんですね、ベーシックインカム。
でその予算には240万かかり2000万で48兆円なんですね。ですから金融経済に課税すればこんな予算は軽く出てくるんですね。それから7番目、保育園から大学院まで全ての教育を無料にすると。でこれは現在はだいたい GDP の6% ぐらいが必要なんですけど、日本政府は3% しか予算化してないんですから、残りの予算16.5兆円ということですね。というのが、私がこのジム・ロジャーズさんの日本人への最後の警告ということで、このままいくとアジアの最貧国になって100年後には日本はなくなるんじゃないかという彼の悲痛な警告に対して、根本的なところで我々は日本を破滅から救う道があるんだという対案なんですね。というのが今日のメインテーマです。ちょっと長くなりましたね。現在51分か24秒 50名様、全部で142名様、コメントに24件ですね。キララカットさん、コンティニューコイン2枚ですね。砂月さん、アメリカ有名メディア、貧困の原因は個人の素行じゃないと、日本を見ろと、みんな真面目なのに貧困がすると。そうだよね、これほど朝から夜遅くまで働いててなんでこんな貧困なのと、日本を見れば分かるんじゃないかということですね。から K さん、今でも多大な負担をしているのに5倍というのは米軍撤退を日本人が真剣に考える機会がだから米軍なんかどんどん出てってよと。そうですよ。で日米安保条約はもう破棄しますと。で日本はスイス並みにいわゆる最低限の武装中立、永世中立宣言をして、世界各国と反戦友好条約を結ぶと。それで解決なんですよね。砂月さん、土地バブルは弾けているのに下がらない家賃と、空き家部屋で虫食い状態と、自治体で買い上げて安く提供するとしかしてほしいと、そういうことですよね。ということで、今日のメインテーマ、これのタイトルと、それからそうですね、重要な点だけをアップしますね。彼の新しい本注文しましたので Amazon に来たらちょっと内容を点検して、必要だったら推薦途中の朗読で、全部読んでもいいですよね。そこまで日本は壊滅的な悲劇的なところまで追い詰められていると。そのことをまともに言う人がほとんどいないんですね。アマゾンに激怒の G20、 莫大な利益を上げ続けるアマゾンが日本では税金を払っていないと、このような企業の日本での活動を禁止にすべきと。要するにあれなんですよね、これだけおそらく数兆円でしょ、売り上げ。アマゾン5兆円とか6兆円わかんないですけど、アマゾン日本法人っていうのはアマゾン本社の駐在分みたいなものですね。経費部門なんですよね。全ての売り上げはアマゾン本社に行くという駐在員事務所だから、営業活動をしてないから利益も上がらないということで税金払わないという、非常に、ア
アマゾンだけじゃなくてもアメリカの、大企業ってそういうとこあるんじゃないですかね。とんでもないことが、実際に行われてるんですね。ちょっとポイントだけ、重要なところだけアップしてます。オリンピック・パラリンピックに、出動使われる税金総額でおそらく3兆とか3兆5000億円でしょうね。増税、オリンピック、第二の世界金融危機と、これは米中貿易戦争の余波、これが第二の世界金融恐慌の引き金になるかもしれないということでしょうね。安倍は安倍これと逆のことをやっていると。30年後の日本は犯罪大国になると。30年後ってすぐですよ。そんなことを受けっこないと、根拠のない根拠のない妄想ですよね。自分たちは違うんだと思い込み、根拠のない思い込みって日本人好きなんですよね。日本は新国だから絶対アメリカに負けないと、神風が吹くと言ってみんな信じて突っ込んでいったわけでしょ。最後もう一度言いますと、この現実を直視して自分たちで解決しないと誰も解決してくれないですよということですよね。で、私の対案ですね。財政出動の大幅な削減と、これは全部いかないかな。マイナス27。
1234567ですね。財政支出の大幅な削減とから減税、これはいくんじゃないですかね。消費税全廃、実体経済に課税するから実体経済が成長しないんですよね。こんなのすぐ分かりますよね。これは富裕層への大幅な課税と。法人税、所得税、累進課税から総資産10億円以上の富裕層に富裕税を課すると。企業への内部留保へ課税すると。で、新たな課税ですね。今までになかった課税をするということで、これはあれですね。金融経済への課税と、実体経済の課税じゃなくて金融経済に課税すると。もしも金融経済が775兆円あったとすると、消費税と同じ 8% 課税すると61兆円税収が生まれるということですね。で、具体的にはおそらくこのサンダースさんが提案した取引税、いわゆる株取引、債券取引、デリバティブ取引に課税すると。それぞれの取引額が日本でどのぐらいになっているかというのをちょっと調べないといけないですね。それからタックスヘイブン課税と、それからマフィア課税というオフショアに対する、オフショアへ所得を隠している人間に対してタックスヘイブン課税すると。それから新たな課税ですね。これはベーシックインカム、憲法第25条の単なる文言だけじゃなくて実際の予算として裏付けするということで、年収240万円を生存権保障最低賃金とするとですね。で、労働時間を1日7時間労働で5日で週35時間、週休2日とすると。から残業は1日1時間以内とすると。から有給休暇を年間4週間、これダメか、マイナス21、ベーシックインカム、123、新たな数ですね。12345、同一労働同一賃金と同一労働同一保障の原則を適用すると。だから正規労働者とか不正規労働者という差別がなくなるんですよね。同じ、労働だったら労働時間の違いだけになるわけですよね。全員が正規労働者になると。からベーシックインカムを導入し、2000万人の人に、年収240万円を保証すると。だから240万円をそっくり上げるんじゃなくて、例えば非正規労働者の平均が年収170万しかないといった場合は、残りの差額の70万円を保証するということですよね。あるいは完全失業者とか、あるいは重度の障害を持っている人とか、あるいはホームレスとか等々の、あるいは無年金の人たちに対しては240万円を保証するということで、2000万円とする、2000万人に保証するとすると、いくら48兆円になるよ
いうことですかね。というのが私の対案ですね。ということです。次、今日のトピックスですね。トランプ大統領、これひどいですね。トランプ大統領、イランに核兵器使用ゴーサインの可能性ということで、あいつは核戦争を始めようとしてるんですね。そこまでいっちゃうかっていう。完全に土地狂ってんね。これ日韓現代。使いやすい小型の核を開発して、それを通常兵器の延長線上で使うべきだという新たななんか、新たな案が策定されたというんですね。でこの記事の最初、現在は核戦争のリスクが第二次世界大戦後で最も高くなっていると。今年5月、国連軍縮研究所のレナタ・ドワン所長がこう警告していたが、どうやら現実味を帯びてきたらしいということ。米軍が先月まとめたと報じられる核兵器使用を想定した新指針のことだと。新指針は米軍統合参謀本部が6月11日付でまとめた文書、核戦力を通常戦力の延長線上に位置づけ、核使用は戦闘領域を根本から変え、司令官が戦争でどう勝利するかを左右する状況を作り出すなどと解説。核爆発後の被爆の恐れがある環境下でも地上戦をどう継続するかなどの課題についても触れられているという。すごいですね、これはトランプがそういう指針を出せというふうに命令したから出てきたんでしょうね。これは恐ろしいですよ。から2番目、韓国反日デモはこれはあれだね、反安倍集会だったと。海外メディアも安倍の輸出規制を批判する中、批判を反日呼ばわりする日本のマスコミということで、私の日経新聞を糾弾するという月曜日の論調と全く同じ論調がリテラで出てきましたね。これリテラです。ということですね。これが2、3、トランプ氏は人種差別主義者と。調査で米有権者の半数がイエスという、もうとんでもないやつですよ。とんでもないやつが世界最大の権力と核兵器のボタンを握っちゃってる人間、握っちゃってる総司令官に就任させたという。それからボルトン、米軍駐留費5倍要求、ボルトン補佐官が来日時に伝達という。6000億とすると、現在の駐留米軍費用が6000億とすると3兆円と。ということですね。で、今日の重要情報、令和議員の解除費用、参議院負担にネットや松井一郎が税金使わぬ攻撃。一方、特ダネは2人を生出演させ、意義を評価という、これリテラですね。
松井一郎なんてもう完全にファシストではないです。31日付、ということです。ということで今日木曜日の放送はこれで終わりですね。時間が70分46秒8秒で、視聴されている方が同時期で49名様、全部で155名様、コメントが54件ということで、たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただきましてありがとうございました。ということで明日金曜日は都合により、放送をお休みさせていただくということで、明後日土曜日ですね、午後7時5時7時に第22回目の猫勉強会、テーマは参議院選挙の結果とその後の展望ということで、4人でまた議論し勉強会をするということなんで、よろしければライブ中継を視聴してくださいということでした。砂月さんお疲れ様。中3193コンティニューコインですね。ということで今日の放送終わりです。お疲れ様でした。終了します。